昼食といえば焼きそば一択ですよね。でも焼きそばって作ってみたらなんだか味がパッとしない。いえいえ、ポイントさえ押さえれば誰でも専門店並みの美味しい焼きそばができるんです。味噌を入れたり麺をレンジで温めたり簡単なことばかりなんです。この動画を見れば今日からあなたも焼きそば屋さん。それでは行ってみましょう。まずは包丁を手に取りキャベツを切ると見せかけて深呼吸。いえ、得することはありません。たかが B 級グルメのお料理、敷居は高くありません。芯を斜めにカットしてキャベツ8分の1くらいを使用。3センチくらいに切るのがベストです。焼きそばのためにあるような存在、それが豚こま、豚バラスライスより安くておすすめです。それにね、切れてんの、いい感じに鼻から切れてんの。だから包丁使う必要ねえの。焼く前に塩、胡椒で味付けします。常識の範囲内で少し強めが美味です。手で揉んでなじませます。塩胡椒を持ったまま片手で揉むと非常にやりにくいので要注意です。ちゃんと両手でやるこの真摯な姿勢が大事です。特製ソースを作っていきます。まずはウスターソース大さじ2。ソース焼きそばには欠かせないコクを与えるマストなソース、オイスターソース大さじ2。私の手違い、勘違いで映像を削除してしまい、この映像しかありません。右上をご覧いただきたいです。これ顆粒の鶏ガラスープなんです。鶏ガラスープ小さじ1/2の1を入れます。さらに味噌を小さじ1入れます。味噌を加えるとコクが増します。おっと、スプーンから味噌がなかなか離れてくれません。朝までかかるわ。諦めましょう。おろし生姜を2センチ、おろしにんにくを2センチ、胡椒を少々加えます。5振りくらいかな。混ぜ合わせます。この時味噌は完全に溶けてはくれませんが大丈夫です。しつこい野郎だな。これで特製ソースの完成です。今回使う具を紹介します。時計回りに豚こま、もやし、青ネギ、キャベツ。焼きそば麺は2袋使いますが成人男性でも少し多めの量です。麺を焼く前にレンジで温めます。レンジを使って水気を飛ばすと麺にコシが出るんです。500ワットで1分レンジで温め、フライパンに植物油大さじ1くらいを入れます。ちょっと入れすぎた。油を広げて火は中火で炒めていきます。最初に豚こまを焼いていきましょう。食材を焼く時の順番、掟がありますので、右も左もわからない人は勝手なことはしないでください。お肉を広げて少し赤い部分が残るまで焼きます。キャベツを投入、さっと炒めます。
きそば麺を入れます。麺もさっと焼きます。世の中には焦げた麺が好きだという人がいますが、私は焦げた硬い麺は嫌いです。なので麺は表面をさっと焼いたらそれで終わり。次にもやしを入れます。1袋は多いので半分を使います。もやしはね、もうほとんど炒めない、ささっとやるだけ。あともやしは太い方がいいと思う。麺を上にのせてお肉と野菜を蒸し焼きにします。酒大さじ2を入れて蓋をします。酒が蒸発するまで蒸し焼きにします。おー、蒸されてる、蒸されてる。特製ソースを入れます。容器に残ったソースは麺を使ってお掃除。ソースを入れたらすぐに混ぜて、なるべく焼かないようにします。最後にネギを入れてささっと混ぜて火から下ろします。落ちてたやつ入れた。紅生姜、青のり、鰹節をパラパラっとかけたら完成。割り箸を割ってとちゃんとおいしくできてるかな。まずは麺からいただいていきます。これは間違いない焼きそば屋さん。麺にもコシがあって、それにソースがとにかくうまい。奥行きがあって家で作ったとは思えません。いかがでしたか？焼きそば作るときに味噌入れたくなってきたんじゃないですか？あと焼きそばの具に何を入れるかがポイントですね。余計なものは入れない、これなんです。例えば焼きそばの具に人参、玉ねぎあたりが入っていたら、私の場合はテーブルをひっくり返しますね。余計なもの入れんな、つってね。豚こま100点。マジでうまいのでぜひお試しください。また会いましょう。